皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。最近ですね、この ジーウンのジンバルクレ M3 っていうのを購入したんですけども、こちらの方のバランス調整をやっていきたいと思います。やはり結構買う前からバランス調整うまくできるのかなと思って、いろいろ調べたんですけども、慣れればすぐできるのかなという感じです。先ほど開封して少し練習して、今ビデオを撮ってます。それなりにちゃんとできてるのかなと思ってます。はい。で、一応マニュアルの通り、チルト軸をまずやって、その次ロール軸でパン軸の調整というのをやっていこうかなと思います。で、このパンっていうのがこういう水平で、チルトでロール軸なんですけども、基本的にこのジンバルカメラを乗せた状態でここら辺が綺麗にバランスを取れていて、であとはそのバランスが取れているので必要な最小限の力をモーターで補助してあげるという作りのようです。ではこのジンバルの本体で今三脚つけた状態になってますけど、あとですね、このプレートをですね、カメラ用のプレートとカメラのこのロックネジで、今回カメラはですね、この私のα7C っていうカメラを用いてやっていきたいと思います。でレンズは、FE1.820G っていう、結構重めのレンズかなと思います。この単焦点のレンズと、7C の本体を使ってバランス調整を行っていきたいと思います。もしバランス調整、困っている方だとかの助けになれればと思います。それでは動画の方を進めていきます。どうぞ。ではですね、この角度でバランス調整の方を行っていこうかなと思います。でバランス調整なんですけども、まずこれが一番、小さくコンパクトにまとまっている状態なので、まず軸3つあるんですけど、この3つの軸、まずロック、このロール軸のロックを外してあげて、でここの、チルト軸のロックも外してあげて、で、パン軸ですね、パン軸のロックもここ外してあげてっていうので、3つの軸を全部外してあげます。で外してあげた状態でカメラを載せてこういう状態になるので、ここにカメラが、刺さって乗ってこう正面に来るっていう、こういう状態になるので、一応こういう状態になるようにしますと。でこの状態でまずは、ロール軸と、パン軸全てですかね、あとここの、チルト軸の方もロックをしてしまいます。こういう状態で3軸ともロックした状態でとりあえずジンバルは置いときます。でプレートの方なんですけども、こういうプレートがあって、でカメラのここの、ネジを入れて、ここにもこっち向きがいいかな、こっち向きにダッとここを刺して入れるっていう、クイックシュに入れるという感じなので、このプレートを合わせて、つけてしまいます。はい、ちょっと軽めに留めて、でこれ状態で、カメラの方そのままジンバルにつけてしまいます。で後ろの方にここロックがついているので、ここのロックの方を操作して入れてあげますと。でこの後ここにカメラ隙間があるので、先ほどのこの仮止めしたプレートのところを緩めてあげて、カメラをグッとジンバルの方にくっつけてもう一回きつく締めてあげます。よいしょ。はい、これでカメラがついた状態ですかね。ついた状態になります。でまずこういうふうにカメラをセットしてあげて、何も調整してないので結構バランス悪いんですけども、カメラを順番に乗せてあげるという状態になります。でまずはチルト軸を調整していきます。チルト、ここの軸なんですけども、この縦のチルト軸を調整していきます。でチルト軸はですね、水平と垂直方向
今からやってみるんですけど、カメラを水平と垂直方向2方向の調整をしなきゃいけなくて、でここまずロックを外してあげて水平で、この状態でバランスが取れるように、ここをレバー外してあげて、適当な場所でちょっと止めてあげて、で今前が少し重いのでこう傾きますという状態なので、このスライダーをロック外してあげて、ちょっと移動させるというので、大体ここら辺かなというのでバランス取れてるので、ここでバランス取れたと。で次垂直なんですけど、垂直はこの方向でバランスが取れるようにします。でここがスライダーになっているので、垂直とした状態でここを緩めて、ちょっとカメラ持ち上げた状態でやってあげると滑りが良くて調整しやすいです。でこの、チルトの垂直、大体今もここで、バランスが取れたので、ちょっとずれてる。よいしょ。これで、チルトの垂直と水平、バランスが取れた状態になります。ここでチルト調整できたので、チルトのもう一度ここのロックの方を止めてあげて、チルト軸固定してしまいます。で続いてロール軸、ロール軸の調整に行くんですけども、ロール軸ここで調整します。でここまずロック外してあげた状態で、ここカメラを持ってガタンとならないようにして、ロール軸今全然合ってないのでゴンとこっち側が重い状態になってます。ここはですね、このロックのレバーがここにあるので外して、でここを、スライドさせて、結構いきますね。で、このロール軸がバランス取れるところに合わせてあげます。今バランス取れてるので、これでいいかなと思います。でもう一度ここロール軸の方をロックします。今全部ロックされた状態です。で最後パン軸ですね。この根元のこのパン軸の調整していきます。ここが結構分かりにくかったんですけども、まずパン軸のロックを外しますと。ここロックあるのでロックを外しますと。でこの状態で横に傾けた時にくるんとなるのは、バランスが取れてない状態となりますと。でパン軸、ここのパンの軸のところに、ロックあるので、ここもロック外してあげて、でまた、ここでパン軸ちょっと傾けてあげて、回るかどうかっていうのを確認して、回ってる時は、バランス取れてないので、もう一度場所変えて、まだくるんとなるのでバランス取れてないです。で結構重いレンズを入れてるので、パン軸結構もう後ろ目に、調整するとそれなりに合うという感じです。この状態で斜めにすると結構少し回るんですけど、もうかなり回らないバランス取れた状態なのかなと思います。よいしょ。はい、ほとんど動かなくなったので、パン軸の調整これでできた状態となります。これでですね、一応3つの軸全部調整が終わったので、この3つの軸を、全部ロック解除してあげて、3つともフリーになった、今ロックされてない状態となります。でこの状態で、電源を入れてあげます。よいしょ。はい、今電源の方が入りました。で電源を入れてあげると、まずこの状態のバランスというのを確認します。はい、一応ですね、ちょっと、チルトのところがモーター力かかってるんですけど、青色なので、一応バランスが取れた状態となります。今こういうふうにバランスがどういうふうになってるかというのが見えます。でこれ置いた状態やると、ダメだったら黄色だとか、赤色になるので、この状態だともうバランス取れているという状態になります。でここから戻ってあげて、初めての時はここでオートキャリブレーションというので、モーターの力を設定してあげます。調整してあげます。でここでスタートキャリブレーションというボタンがあるので、スタートキャリブレーションというので、押しますと。で今ブルブルってカメラが震えてるんですけども、これでモーターの調整が行われて、実際にカメラが初期の設定がこれで終わりということになります。
はい、サクセスフルで、成功で終わりました。はい、以上で、ジンバルのバランス調整となります。はい、本日はですねバランス調整、ジンバルのバランス調整をやってみました。結構動かしてもちゃんとロックされた状態で、すごくこれで手ぶれ補正どういう動画になるのかなっていうのですごく楽しみです。でバランス調整だけだったんですけども、ここ初め多分初心者詰まる部分だと思うので、まず私自身やってみて動画で上げてみたいと思います。同じように困った人の参考になればと思います。またジンバルすごく使い慣れた人からこうした方がいいよ、こうした方が楽だよとかっていうアドバイスだとかもいただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。